皆さん何かしら一つこだわりがあると思うんです。今日は僕は、外見に凝ったっていいじゃないっていうタイトルで、もっとねみんなね外見にこだわってもいいと思ってるんですよ。こんな格好でのもあれなんですけどね。口笛も皆さん人生初だと思うし、ふんどしで話してるやつも初めてだと思うんで、概してこうランチ後っていうのは眠くなりますから、寝ないようにねしていただいてほしいなと思います。それではプレゼン始めさせていただきます。よろしくお願いします。で、僕の今日2つのこだわりを話したいと思います。1つ目は筋肉です。僕は筋肉の研究を、生理学ですねの研究をしているんです。で、僕はなぜその筋肉にこだわるのかっていうのをまずお話したいと思います。で、僕はですね高校時代アメリカンフットボールってものをやってたんです。だからそもそも鍛えなくちゃいけなかったんですね、その敵に勝つために。で、僕は結果的にその自分の体を自分でデザインしていくっていうことに徐々に喜びを覚えて着替えを始めていったわけですね。着替えじゃない、間違えた。筋トレを始めていったわけです。で、大学では怪我もあり健康のことを学ぶ大学に行きました。で、健康コードっていうのを学んだんです。で、そこからですね筋肉が好きすぎて僕は筋肉の研究をすることにしたんですね。で、毎日バナナを食べプロテインを飲み筋トレをするっていうその生活を毎日送ってたわけです。で、僕がそれのこだわりなんですけど、もう一つ、そのこだわりが高じすぎて僕はトレーナーをやり始めたんです。で、僕にとってのこだわりをそういうふうに人に伝えていったわけですね。で、僕最初目的は健康になるとか、筋肉をつけさせるとか、脂肪を減らすとかだったんです。ただやってみて面白いことに気づいたんです。もちろんみんな最初は早く痩せさせてくれよとかでかくなりてえんだとか言ってるんですけど、やっていくうちに自分の体をこういうふうに鍛えていくんだっていうことで、そもそも過程を楽しみ始めたり、どういうふうに腕立てやるかとかね、そういうことに関してみんな面白がっていくわけです。それが徐々に面白いなと思って、僕はそのアイドルとか経営者とかアーティストだったりですね、マイクのマークだな。そのアーティストとかに教えてって、みんながその体を変えていく間に意外にこう内面まで変わっていくってことにも面白いなと思い始めたんです。で、そんなある日僕のところにあるお客さんが来たんです。それがもう今回の話のキーである山本さんという方との出会いです。で、山本さんはですね、初めから言うとこだわりは、スーツだったんですよね。スーツ。ただ僕は最初スーツに興味なくて、彼はすごい楽しくスーツの話をしてくれるんですけど、僕はやっぱり人事だったわけです。それはなぜか気持ちはわかると思うんですけど、鍛えてる人は大体わかるんですが、大体ですね体を鍛え始めると服がなくなっていくんです。どんどん着れる服がなくなってくる。で、僕の体っていうのは腕が太くて短いで、首が太い、肩幅があるで、足も短くてむっちりしてるっていう、もう最低なんです。服を着るには最低な体で、だからもうどんどんここに引っ張ると突っ張られたりしておしゃれがしたくなくなるんです。だから興味がなかった。でもですね、その山本さんは僕とトレーニングをして、僕がトレーニングついて熱意を語りながらこそっとこうね、僕に聞いてくれるような言葉で彼は話してくれる。それは星野君はその類まれなるね、そのムッチムチの体を持ってるわけで、でも実はそれこそがオーダーメイドスーツを着ると肩幅もあるし、君だけの体とファッションを表現できるんだよってことを言ってくれたわけです。他にも山本さんはそのどういうふうに着るかとか、今の職人がどういう問題を持ってるかっていうことをいろいろ教えてくれたんですけども、一番何が僕にとって印象的だったかっていうと、着る服がなくてクソめんどくさいと思ってた僕が、自分だからこそ、この体だからこそ表現できるファッションがあるってことに気づいたってことなんです。それが僕は2年前全くスーツに興味なかったところからスーツに興味を持ち始めて、今ではオーダースーツとかを頼んでその過程を楽しむってところまでチェンジしたわけです。で、実は僕は来月から1年間イタリアでスーツの留学をしてきます。俗に言う筋肉スーツ留学ってやつですよね。よくあるやつです。新しい分野が開拓されたわけです。で、だから僕はその2年間通して山本さんとこだわりの交換っていうのを行ってきたわけです。彼は僕にスーツというものを
教えてくれたし、僕は彼に今でも彼朝で駒沢公園とか10キロ走ったりしてますから、僕より全然なんか長距離、にランニングをしてるわけです。だからこうやって価値の交換が起きる。僕は今日それ皆さんに伝えたいんです。だから最初タイトル僕は、筋肉っていう肩書きで、腹傷に来たんですけど、今日実は外見に凝ったっていいじゃない。その2つ目のタイトルは皆さんにスーツの魅力を伝えたいと思って来てます。で、僕はスーツに関わって2つのことに気づいたんです。1つ目、それは外見から変えられる自分があるっていうことです。トレーニングを通してみんな外見から内面に変わっていくのも変わっていったし、僕自身もこうやって自分をおしゃれにすることでより人前で話すのが楽しくなってきた。でですね、こうね、喋りながら切るのって非常に難しいです。初めてですから。で、僕が面白いと思ったのは、みんなスーツにこだわればこだわるほど手間がかかるんですよ。まず最初、普通に皆さん量販店で買いますよね。ここも学生が多いから、それが一番最初だと思うんです。で、オーダースーツっていうものを一回入り口を踏むと、3万円から5万円かもしれないですけど、一回仮縫いっていうものがあって、結局頼んでから自分の体のサイズを確かめに行かなきゃいけない。で、もっとフルオーダーっていう手作りになると2回行かなきゃいけないんです。そうするとですね、服が欲しいと思ってから2ヶ月後に入るんです。で、もっと興味が持って持ち始めて、ナポリとかミラノに来たそのテーラーから頼むと、もう3ヶ月、半年、1年とかになるんです。僕がもし留学でスーツ作りたいですって言って、ナポリ頼んで1年かかったらもう帰ってきちゃってるっていうね。だからもうすげえ時間かかるわけですよ。でもそこまでやって、彼らは何をしたいかっていうとですね、その過程を楽しんでるんです。だから僕もですね、最初そのボタンがどうやらとかっていうことがすごい難しかったし、この着こなしですね、組み合わせをどうするかっていうのは確かに最初面倒くさい。ただその過程を僕はスーツを初めて作った人たちとその工房があるんですけど、そこではバーがあって、そのサロンみたいなのがあるんです。だから僕はまた着こなしを覚えて新しいグッズを買ったり、もしくは報告しに行ったりすると、お酒がタダに出てそのスーツとの会話を楽しんだりするんです。でこれも留学が受かってから注文して2ヶ月ぐらい待って楽しみに待ってたんですけど、その方もこうやってテッドの話とかを後日報告しに来ることになってるんですね。だから僕が今日伝えたかったのは、そのナポリとかの注文をしている人たちも結局3ヶ月半年かけて50万とか100万とかかけて毎回注文してた。で結局その僕の知人の方が一言言ったのは、僕が別に欲しいのはスーツそのものじゃなくて、その彼のね、コスタンティーノっていうナポリ人ですけど、その彼の持ってくる記事と提案が楽しみでお金を払ってる。この僕はその質的性的なものを手に入れるってことじゃなくて、その過程を楽しむこだわりっていうのを今日皆さんに伝えたいです。確かにもうお金を払えばすぐ物は手に入るわけですけど、そのやり取りっていうのはそういうことじゃないんだよってことを伝えたいです。ただですね、その先ほど登場した山本さんやナポリ人、その他の日本人のスーツ好きの人に聞いてみると、やっぱ問題があって、それは後継者不足ってことなんです。これは世界的な問題です。当然イタリア、僕が来月から行くのはその問題を何とか解決しなければならないと思っていくんですけど、要するにみんなもう今作ってるのはおじいちゃんなんです。テーラーとか言って3、40代のおしゃれなお兄さんを対応してるけど、実は後ろで作ってるのはおじいちゃん。だからもしです、僕が、ここにいる若い人たちがお金を稼いで注文しようとした時は、もしかしたらみんな後継者いなくなってるかもしれないですね。だからこだわりたい時にもう物が手に入らなくなってるかもしれない。僕はそこに危機感を覚えています。ただその裏にもっと問題があって、実は後継者が不足してるっていうのはもっとその裏に問題があって、それはこだわる人が減ったっていうことなんです。みんなもうどんどんインスタントに物を手に入れたがってるし、そっちの方が簡単なわけです。さっき言ったように最初面倒くさいわけですから。でも僕はそこにこだわりに粋とか美学っていうものが存在すると思うし、もっとみんなかっこよくなれるポテンシャルがあると思う。だから僕の今のテーマっていうのは、どうやったら服もしくは物事全てにこだわれる人間が増えるかなっていうことなんですね。で僕なりに考えてて、どうやったら人に魅力を伝えられるのかな。それはこうやって人に話すことが一つですよね。あとは日本にも同じ問題が存在してて、それは例えば着物とか伝統文化とかですよね。でその友達に「星野さんぜひ来てください」って新潟県十日町に呼ばれたんです。十日町何が有名か皆さん知ってますか？一つ目はコシヒカリですよね。これはもうみんな美味しいから当然食べるんです。もう一つは日本酒、米から作られる日本酒。そしてもう一つは衣食住の中の衣ですけど、
カラムシっていうこの変わった字なんですけど、麻の一種です。これは当然昔着物として着られてたんです。だけど当然皆さんここに着物着てる人一人もいないです。いたら教えてほしいんですけど、着物の着てる人はいないわけです。だから当然スーツよりも危機的な状況になってるわけですよね。誰も注文しない。僕は日本の魅力をイタリアに伝えられたらもっと面白いと思うし、イタリアの魅力を皆さんに伝えられるために僕はここに立っている。だから今何をしようかなと思ってて悩んでる最中なんです。で、その趣味の延長もあってですね、ふんどし作ってみたんですよ。それが今日これですね。これ。ちょっとカメラさんほどほどにしてほしいんですけど。やめてください。で、次なんですけど、スライドお願いします。次は実はスーツも友人が作ってみてるんです。要するに昔から使われてる、これ縄文時代から歴史的にあるんですけど、麻、リネンっていうものを使って、当然着物は当たり前ですけど、こういう下着にもできるし、実は今風のスーツにもできるわけです。でこれ大変申し訳ないんですけど、ミャンマーで工場で依頼して届くはずだったんですけど、ちょっと、トラブルがあって、今日皆さんに見せられて大変悔しい限りなんですけど、彼に着せるつもりでこう呼んでるんですけど、結果的に今恥ずかしい、恥ずかしくない。こういう思いをしてるわけですね。いいですか？ということで、呼んだわけです。ということで今日僕が皆さんに伝えたかったのは、本当にただこだわりを知ってほしいっていうことだけなんです。僕は筋肉を研究して今スーツを研究しようとしてます。そんな僕だからこそ言えることは、筋肉を変えれば自分が変わってくるし、スーツを着ることでもっと自分のものへの態度っていうのが変わると思うんです。で僕はそういう例えば洗練されたものや一流のものを目指す人が、そういう人がかっこいいねと思われるような社会がみんなが尊重し合えればいいと思っています。ということで、もしよければ皆さん今後もスーツも楽しんでほしいし、スーツに関して今日話しましたけど、全てのものに対して言えることなんで、ぜひですね、そのものにこだわりを持ってほしいっていうのが今日皆さんに伝えたいことでした。それではありがとうございました。